公園デビューとか完全日本人。公園デビュー大変ですよ。今日はウルグアイから日本に移住されたゲストの方を紹介します。南米に位置するウルグアイ東方共和国は日本の半分ほどの大きさの国です。人口は345万人で、公用語はスペイン語です。ウルグアイといえば報酬の多くを財団に寄付し、月に約1000ドルで生活している世界で最も貧しい大統領ホセ・ムヒカ氏が有名ですよね。日本とは経済協力を通して友好関係を深めており、2018年12月には安倍総理が日本の総理大臣として初めてウルグアイを公式訪問。ウルグアイから日本に移住している人数は現在111人です。その貴重な一人に日本での暮らしぶりと共生のヒントを聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。Welcome。こんにちは。今日はウルグアイから、日本に移住されたマルタさん来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。Thank you for coming。Gracias。はい、日本に来て今どれくらいなんですか？31年ですね。お、31年。長い。どうして日本が好きになったのは、多分秋に来たから。あ、秋に？秋に来て1月。だからそれも合わせて季節がいいとか住みやすいなと思った。はい。自然がすごい。そうですね。6月に来たら。ちょっと考えるかな。雨の時期でね。そうですね。蒸し暑いので。いい時期にいらしたんで、それそういろいろそれでそう。でも地元の人とのこのなんていうかコミュニケーションとか、そういうのはどうやって克服されてるんですか？人の話聞いてそうこういう風だよって言って、あ、こういう風だなって思ったら、そう周りのことを理解してそれで頑張ってやってきた。聞いてそう教えてもらったことを教えてくれた人は上手かもしれないしね。教えてくれるっていう人がいたからそうですね。それはお仕事の人が結構助けてくれました？それともでもそれ働いたとしても初めはパートさんで、あとはもう子供も生まれたから、その保育園入るまでの子供はやっぱりそういう同級生のお母さんたちとか、それはすごく良かったな。まともで。そうです。公園デビューとか。完全日本人。公園デビュー大変ですよ。そういうとこでつながり持って。そうですね。やっぱりでも外国人が少ないから、みんなから見て、あ、この人助けないといけないのも今思うと気持ちもみんなからあった。それはなんかそう。今日本はその外国人労働者を受け入れをちょっと拡大して進んでいるところなんですけど、どうやってったらよりうまく共生できる？外国人から見ると私無理だと思います。あ、無理。こんなに共生してるのに。いや、なんでというか、日本はそういう島国だから、そういう今みたいにそういうものを守り方がやっぱりそういう外国人が多ければ、そういう日本変わったらちょっと残念かなっていうか、やっぱりそういう自分の文化をしっかり守ってやった方がいい。そういうあまりすごく交えたら心配じゃないかなっていうね。マルタさんから聞くと思わなかったから、こんなにすごい日本人みたいに話してるから、なんかすごい
差別じゃないよ。そう、だからそう日本トップの日本人はそういう次の時代を日本人を大事にしたらそんなことも必要はないかなって思って。そして日本人は自分の国を守ることはだといいなって思う。そっか、日本の良さとかっていうのを守っていくべきだ人がずっと日本人でやってきたことは突然そういうね違う人たちが入ったらどうしても変わらないといけないでしょ。いくらでもグローバルって言っても。まあでも日本の場合はその少子高齢化がそうだからでもスペインもそうでしょ。だからすごい難しい。まあ難しいね。今も手遅れかもしれないけど。手遅れかもしれないけど、それはうまくが絶対外国人に来たらそれを守ってくださいよみたいなことを別に日本人の顔なくなってもね。もともとあるのはしっかり大切に。そうだから外国はそれはもう今も昔から慣れてることだけど、そういういろんな国に混ぜてまって。でも日本はそういう経験してないから、そのショックの間のは大変な時期になるんじゃないかなって思う。外国人、これから来る外国人がどういうふうにその日本の文化と付き合っていったらいいと思う？これから来る日本人はどういうふうに今まで日本があるなんでが日本が今までそういうふうになったのは理解した上で歴史とかもね、お互い様ですね。ああ、いいですね。お互い様。そうなかなか表面だけじゃ分かんないですもんね。分からないですね。この歴史を辿っていかないとどうしてこういう作法なのかとか、こういうなんか言葉遣いをするのかとか、まあ難しいですね。やっぱり国々でいろんな意見があって視点が違うなっていうのがすごい今日話してて思ったところなんだけど、印象的だったのはやっぱり外国人と日本人と完全にこれ共生するっていうのはそれはちょっと無理だろうというような意見。なんかすごいね率直な意見だったのですごい面白かった、嬉しかった。自分の国のいいところ、日本は日本の国のいいところっていうのがあるんで、それをしっかり、改めて理解して僕らが守っていくべきものっていうのは何かなっていうのを、しっかり見据えていかないといけないなって思いました。前回のファミプラのFacebook にちょっと NHK の世論調査の結果を載せたんですけど、その中にも20% の人が外国人が来ることで日本文化が損なわれるんじゃないかっていう不安を抱いているっていう結果だったので、すごいやっぱりそこは今後の課題になってくるんだろうなっていうのをまさに言われたさんが指摘してくれてるなと思って、だからこそやっぱりどの文化を次に残していくのか、私たち若者とか次の世代が残したい日本の文化って何なのかっていう積極的に語っていくことというか、議論していくことも大事だなって。これからもちょっと僕らもいろんな人に会って意見をちょっと交換し合いながら模索してシェアしたいと思いますので、はい、ぜひ番組の、チャンネル登録と、いいねと、高評価ですね、よろしくお願いします。はい、ではまた次回の、動画でお会いしましょう。はい、Thank you.